Hi besties! ギャル日本語のキティです。皆様お元気ですか？この1週間はどんな1週間になりましたか？キティはもうね、幸せでいっぱいの1週間になりました。なんでかっていうと、前回ね、ポッドキャストのエピソード2を上げたんですけど、もうその動画をたくさんの方に見ていただいて、でもね、それだけでもね、嬉しいのに、もうその上にチャンネル登録、いいね、コメントもたくさんの方に、してもらえて、本当に嬉しかったです。皆様ありがとうございます。もうね、本当に嬉しくって、でみんなね、キモとか、怖とか思うかもしれないんだけど、キティこの YouTube を始めた一本目の動画から、みんなからもらったコメント全部スクショして保存してます。怖いかなもうね、みんなのコメント一つ一つが本当にキティの宝物だから、もうね、スクショして保存して、なんならもう携帯のデータが消えちゃったら嫌だから印刷もして大切に保管してますみんなのコメントやばいよね、ちょっと怖いでもそのくらいみんなからのねコメントがもうキティの元気のエネルギーの源になってるから、本当にね、ありがとうみんな。もうね、みんなのコメントを読むたびに笑顔になるし、もう幸せな気持ちになるし、でも本当みんなとのコメントのやり取り超好きだから、超楽しいし超好きだから、みんなこれからもどしどしコメント送ってください。いっぱいお話ししましょう。はい。で、今回のポッドキャストのテーマに移る前に、この動画が上がってるのが多分ハロウィンの頃だと思うので、ちょっとね、日本のハロウィンについて軽くお話ししてから、今日のポッドキャストのテーマに移りたいと思います。はい。じゃあね、日本のハロウィンなんだけど、日本人にとってハロウィンはどんな感じのイメージなのかっていうと、コスプレをする日って感じですね。なので子供とか特に若い世代は結構コスプレする人が多いです。もちろんコスプレしない人にとったらただの平日みたいな感じのイメージです。でキティもなんか何もしないです学生の時は友達と一緒にコスプレしてコスプリを撮ったりもしてたんだけど、でコスプリっていうのはコスプレをして撮るプリクラのことをコスプリって言います。そんな感じで過ごしてたんだけど、もう大人になってからは何も特にやってないですね。普通の日ですとはいえハロウィンは各地でいろんなねイベントは開かれ、主にコスプレ系のイベントは開かれてるんだけど、有名なので言うと3つあって、1個目がリーハロ。リーハロっていうのはディズニーハロウィンの略で、ディズニーでコスプレしてディズニー行ってディズニー楽しむみたいな、ハロウィン中のディズニーのイベントですね。で、2つ目が、ユニバのホラーナイト。ユニバっていうのは日本の大阪にあるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのことで、これもディズニー、リーハロみたいな感じでコスプレしてユニバを楽しむっていう感じのイベントですね。どっちともだいたい9月の中頃からハロウィンくらいまで開催されてるって感じですかね。でね、ユニバは特にアニメ好きなみんなは楽しいと思う。結構いろんなね、鬼滅の刃とかヒロアカとかとコラボしてて、アトラクションが楽しめたりグッズもね売ってるから、みんなぜひアニメ好きな方はユニバ行ってみてください。キティは今年の3月くらいに、去年かな、忘れちゃったので春ぐらいにヒロアカのコラボのアトラクションに乗ったことあります。楽しかったですで、3つ目がこれはイメージが悪いイベントですね。渋ハロっていう渋谷ハロウィンの略なんだけど、
渋ハロっていうイベントで、これに関しては主催者はいなくって、勝手にそうやって呼ばれてるみたいなイベントなんだけど、なんか謎にそのコスプレして渋谷に集合するみたいな、なんかコスプレした人が渋谷に集まるみたいなイベントで、これはね年々すんごく問題になってて、みんなは絶対に行かないでね。危ないし、すごくねその治安も悪いし、ゴミ問題とかもね、すごくいろんな問題が渋ハロにはあるからね、このイベントはダメねダメなイベントですこんな感じで、日本のハロウィンでした。またね、この今日のポッドキャストのテーマに行く前までにどんだけ話してんだよってね感じなんだけど、今から、今日のポッドキャストのテーマですね、日本の女の子の一人称についてっていうテーマで今からお話ししていきたいと思います。で、一人称っていうのは英語で言うと I、 自分自身を指す言葉です。みんなね日本語を勉強してるし、アニメとかでドラマもね見たことあったら、だいたいねこんな感じの言葉っていうのを把握してると思うんだけど、みんな思ってる、日本一人称多くないってみんな思ってると思うんだけど、そうね、多いんですよ。だから今日はねそれの特に女の人、女性はね一人称が多いから、それの解説をねしていきたいと思います。で、みんなね今お気づきだと思うんだけど、キティの YouTube を見てる、もう今も言ったけど、キティは一人称キティだよね。驚きだよね、みんなからしたら。何自分の名前呼んでんのって。これね、海外の人から聞いたらもうすっごく変だと思うの。だからそのね、これが日本人がどう捉えてるかも解説していきます。じゃあまず女の子の、女の子、女性の一人称に触れる前に、ちょっと先に男性のね一人称についてお話ししたいんだけど、男性の方がシンプルですね。まず1個目、これはフォーマルなビジネスの場面で使う一人称は私です。私、これはねみんなも知ってると思うんだけど、私か、もっとフォーマルな場面では私って言ったりもします。でも、みんなビジネスの場で使うときは、私って言っとけば無難です。間違いない。で、次にフォーマルの場面でもカジュアルな普通の日常でもどっちでも日本人のね男性が使ってる一人称が僕と自分です。で、みんな僕はねアニメとかで聞いたことあるかもだけど、自分って今初めて知ったんだけどって思う方いるかな。そう、自分って言うんですよ。結構キティの年代、20代の男性とか学生の時もそうだったんだけど、自分のこと自分はっていう男の人結構います。結構ね、だから日本にね住んでる方だと耳にする機会が結構あると思うんだけど、自分はっていう男の人多いです。で、最後3つ目、フォーマルの場面では絶対使わない、カジュアルな場面でしか使わないのが俺ですね。みんな全然これも馴染みあると思うんだけど、俺、これはねフォーマルな場面で使ったらもう一発アウトやばいって感じかな。じゃあね、次女の子、女性の一人称なんですけど、フォーマルな場面では一つだけですね。私、これはね男女共通ですね。私はって言います。で、次ねカジュアルな普段の場面で使う一人称で、これがやばくて、みんなね思ってると思うんだけど、めっちゃあるのじゃあね、まずシンプルな、一番多分日本人の女性が言ってるであろう一人称ですね。普段のカジュアルな場面で使ってるのは、だいたい3パターン3つあって、1つ目が私、そのままビジネスで私って使ってる、フォーマルな場面で使ってる私をそのまま全然普段も使ってる人がすごく多いです。
で、2つ目があたし。あたしはじゃなくてあになってあたし。こういう人も多いです。あたしさとか、あたしめっちゃキティちゃん好きなんだよねとか、そんな感じね。ここの2つはほぼほぼリスニング的には似てるから、私か私は似てますね。どっちでも全然。この2つが主に主にみんな使ってるって感じかな。で、3つ目がうち。聞いたことあるかな？うちっていう人も結構います。うちさ、キティちゃんめっちゃ好きなんだよねとか、そんな感じ。みんな聞いたことあるかな？そんな感じですね。だから割合で言うと、今のこの3パターン、私、あたし、うち、この3パターンのどれかを使ってる人が多いです。で、最近だと僕っていう子も増えてます。特にね、若い女の子の中で、僕っていう人も増えてるイメージはキティの中であります。カジュアルな場面でもちろん。今日本ですごく有名で人気のある芸能人がいて、あのちゃんっていう芸能人が今すごくね日本で流行ってるんだけど、その子が自分のことを僕って言ってるんですね。で、その影響もあるのかわからないけど、僕っていう自分のことを呼ぶ女の子もいます。そんなに多くはないけど、こういう一人称もあります。で、最後ね、みんなが一番気になる自分の名前が一人称の女の子ね。あと最後はで、これみんな本当にどんな感じなのって思うと思うんだけど、日本では海外の人はね、もちろん変って思うと思うんだけど、日本でもおかしいですおかしいっていうのは幼すぎるっていう意味ですね。例えば幼稚園とか小学生でも低学年だから8歳までの女の子が言ってる分にはおかしくないんだけど、キティみたいな23歳でこれを言ってるのは本当にやばいって感じになります。で、キティがじゃあなんでキティって言ってるのかっていうと、ギャルっていうイメージ。ギャルはね、結構この年でも自分のことを名前で呼ぶ子が多くって、で、それをね、ギャルっていうイメージをみんなにつけたくって言ってるのと、あとキティって名前を覚えてほしいっていうのもあって、キティはってこの YouTube では言ってるんだけど、キティも普段外で友達とか、会社の人とかとフランクに話すときは私って言ってますね。私って言ってますすごくね、変に聞こえますね。例えばそこで友達の前ならまだそんなに変ではないんだけど、会社の人とかと話すときとかにキティはって言ったらもうだいぶ痛い感じに聞こえます。だからキティは自分の家族の前だけで自分の名前呼んでますね。そこは治らないですね呼んじゃいます。自分のこと自分の名前で。ただギャルはね、本当に自分のこと自分で一人称が自分の名前か、うちっていううちはっていう子が多いですこれはギャルの豆知識として皆様覚えてください。だから基本的にはギャルはね、もしかしたらねちょっと許されてる説もあるんだけど、ギャルだから、そんなに変ではないかって思う人もいるかもしれないけど、基本的には自分の名前が一人称なのは日本でも、変っていうか痛いって思われます。あとはね、ぶりっ子じゃんとかあざといとか思われちゃいます、日本でもだから、日本でも反応は良くはないですね、この一人称名前なのはみんなね、なんでそんな自分のこと名前で呼ぶのって感じだと思うんですけど幼い時から自分のこと名前で呼んでて、それを別に私とかに直さないからって感じなのかな、ニュアンスとしては。T は一応大人に、それがね、自分のことだんだん私って呼ばないと変って思われる10歳以降ぐらいからは、外では私って言うように直したから、そんなにね人から別に家族の前だけだからそんなにね言われたことないんだけど、
だから日本の反応もこんな感じです。そんなにいい反応ではないです。なので、みんなね、一人称は結構私が一番無難だから、みんなね、日本で自分のことを紹介する時とかは私はっていうのが一番無難かなと思います。そう、こんな感じで女の子の一人称は、私、あたし、うち、僕、自分の名前のパターンが多いかな。ただ自分の名前は一番惹かれる。で、僕もちょっと人によってはってなる人もいるかもしれないけど、これはね、かもしれないくらいで、他にもね、わいとかわしとかいう人もね、男女ともにいたりするんだけど、それはそんなにいないのででもそんな感じの一人称もあります。ということでね、まとめると、日本のね、女の子の一人称はたくさんあるけど、自分のことを自分の名前で呼ぶのはなんか日本でもちょっとって思われちゃうよっていうお話でしたなのでキティはね、このままこうギャルのイメージとかキティの名前もみんなに覚えてもらいたいから、他のね YouTube ではこれからもキティはっていうかもしれないんだけど、みんなそこは許してくださいもちろんキティもね、普段の生活ではちゃんと私って言ってますのではい、日本の女の子の、一人称は、こんな感じでした。どうでしたかね、みんな。わかりやすかったかな、キティの説明。ちょっと何言ってるかわかんなかったってね、思った方いたら本当に申し訳ないです。もっとわかりやすいようにね、お話できるように頑張りたいと思います。まだね、ちょっとカメラに向かって話すのに慣れてないから、慣れてなくてちょっとね、みんなにとって分かりづらかったら本当に申し訳ないんだけど、もうこんな感じでね、これからもっともっと自然だし、みんなに分かりやすい説明でいろいろね、日本のこととかいろんなトピックについて話していきたいと思うから、みんなこれからもよろしくお願いします。はい、ではここまで、ポッドキャストを見てくれてありがとう。みんな寒くなってきてるから体調には気をつけて過ごしてくださいね。みんなが元気で過ごしていることを祈ってます。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。